で、こちらからですね、今度同年代になるんですけれども、全くほぼ同じモデルになります。ただ見ていただくとこのバックルバックが切られてます。これは僕もこの本にもちょっと解説したんですが、当然これはアジャスター代わりになるのでベルトループ自体がもちろんついてるんですが、多分後ろが針、例えば車のシートに刺さってしまったりとか、当時の方でも事前とカットした方もいたんだなと。あとはこれもレザーパッチが少し残ってますし、先ほど言った赤タブがついてアーキュエイトはこういうひし形がないタイプですね。でこちらも、またリベットついて、ちょっとこれリペアが入っちゃってるんですけど、これは股の缶抜きおそらく入ってません。中の隠しリベットもこのぺちゃんこのタイプを使ってますし、生地感的に少し厚手かなとも思うんですが、ちょっと僕の年代判別というと、ちょうど40年入るか入らないかあたりかなと、認識しております。後ろのアーキュエイトが深いのがかっこいいと思いますと。この年代なんかは特に本当にこのカモメ、通称カモメがカモメっぽいなと。日本ラインがぴったり揃ってないんですね。こういったのがまたこの古いジーンズならではで、こういう形、もう後ろからパッと見た瞬間に明らかに古いジーンズだなっていうことがこのポケットで分かるので、これが一つヴィンテージデニムの古いモデルが好きな方にとっては、ポイントかなと。あとはもうシルエット、先ほどの、水通ってないのもそうですけど、ものすごいズドーンとしたストレートです。やっぱり作業着として、使われてたっていうのがリアルだと思うので、そういうのが好きな方は本当にズバリこのストレート感っていうのを楽しんでもらえたらなと思うので、リペアがちょっとですねお尻の方にガッと入ってしまってます。綺麗には直してるんですが、実寸で32の30というサイズなので、おそらくこちらは33の32とか33の33、こちらもゴールデンサイズはサイズです。こちら逆にバックルが切られてしまってるからこそでお値段が59万8000円に消費税です。逆にこの真鍮バッグが切れてしまってるというのも見た感じで僕は結構かっこいいかなと思ったり、これが真鍮バッグ残ってたらいくらですかってよく質問されるんですけど、であれば79万8000円から100万いかないかなぐらいな、価格帯かなと思います。では今回ちょっと 501WX の37年モデルを紹介させてもらいました。ありがとうございます。自分の集めてるもの、チャンピオンですね。でこのチャンピオンの T シャツの中で、こちらランナーズタグと言われるタグの1950年代頃のやつですね。チャンピオンといえばこの本当に霜降りのグレーというのが一番僕も大好きなんですが、やはりこの皆さん大好きな染み込みプリント、これがですね本当なんだみたいな、自分もよく言ってました。今ももちろん大好きなんですけれども、こういった段数が多ければ多いほど高いみたいな。あと僕はやっぱりインディゴが好きなので、このやっぱネイビーのプリントっていうのは結構個人的にはすごく好きです。この年代だからこそまたこの生地感とか50年代ならではだなと。パイピングの細さだったり、いわゆるこのランナーズタグの染み込みプリント、こちらがザ定番として、僕の中ではずっと、好きで集めてる一つです。でそこからプリントが、チャンピオンというのはいろんな会社に、大学含めてとかに、T シャツとして支給、作っていた中でプリントが入っているのが多いんですが、これもチャンピオンランナーズタグですね。こちら60年代のランナーズタグの無地になります。50年代から60年代に切り替わって、少しだけ生地感とか少し変化していってるなっていうのが感じます。こちら実はダブル XL ってすごい大きいんですけど、ダボっと着るのに
いいなっていうのと、状態もすごい逆に良かったので、僕もこれ好きでずっと持ってます。自分の中でですね、チャンピオンのこの T シャツが大好き、グレーの霜降りが大好きなんですけれども、僕の中での一番ナンバーワンっていう風な T シャツを今日は1枚持ってきたんですけど、僕の多分チャンピオン歴20年っていう中ではこれが僕の中でナンバーワンだなと。デカランタグと言います。先ほどお見せした50年代のさらに前ですね、40年代に使われていた大きいデカランタグの、無地です。前も後ろも入ってません。このデカランタグの T シャツだけでも僕もこのグレーの霜降りで多分言っても10枚見てないと思います。その中でも無地っていうのは僕も2回ぐらいしか見たことないです。一応サイズもラージサイズで、僕にぴったりなサイズなんですけれども、これが一応僕の持ってるコレクションの中で自分個人的にナンバーワンの T シャツで、今でもこういった、無地すごい大好きなんですけれども、個人的に探してる、また霜降りなんですけれども、こちらは正直もうトリコのタグ、いわゆる80年代ですね。この辺の年代だとまだ無地が、ちょこちょこお店にも入荷したりするんですが、実は、バックプリント入ってます。こちらがですね、結構いろんな古着屋さん、友人関係に聞いたり、あとこの辺の古着屋さん入荷したらぜひ教えてほしいと言っても、なかなかこのバックプリントっていうのは正直結構珍しいと思います。僕もずっと本当探してる一つなんですけど、見つけましたって教えてくれる人がいたら嬉しいんですけれども、正直前から見ると無地、あと意外にね、ここの胸にワンポイント入っちゃってるとかはあります。最近それもいいかなって思い始めたりはあるんですけど、やっぱりこの前から見て無地だけど後ろにバックプリントが入ってる、このチャンピオンになかなかないっていうことも踏まえて、このバックプリントできれば染み込みを探してたりします。これも僕もすごく、結構前から手に入れてずっと大事に着てます。ちょっと今回このT シャツですね、数は本当にまだ何十枚かもちろんありますけど、もう何百は持ってないんですけど、その中でもちょっと自分の、これは自分の中でナンバーワンです。そういったちょっと、私物を紹介させていただきました。ちょこちょこ自分の私物は、お見せできる機会があると思うので、また出させていただきます。特に、デニムに合う色だけを残したかなと。また秋口入ってきて少し涼しくなってきた、帰りとか、お店の中でも全然普通に着てますけれども、